椿だぜ。地下なのよ。はい。ランドストーカー。続きをプレイしていくわよ。本動画は連続企画の第2回。まだの人は前回の動画から見てくれよな。前回の動画は概要欄から。いただいたうまい棒と老眼今日は額に入れておきました。そこには銀盾置こうと思ってたんだけど。ダメだこの人、変な夢見てる。時間も惜しいので早速ゲーム再開なのよ。椿か。はい。前回の冒険では初期村に関連するストーリーを片付けたわね。とりあえず問題を解決して、謝礼としてよくわからない重要アイテムをゲットしたな。赤のジュエルね。名前からしていかにも物語の鍵握ってるけ。今はまだ物語の片鱗も見えていないけどな。最弱スライムが一撃で倒せるようになったぞ。最大 HP の値が基礎攻撃力になっているのよ。海村に到着。次の進路はこの村の奥。前回は崖崩れで塞がっていた場所になるわ。地味にちょっと往復してお金を貯めてきたのだ。金貨206枚。買えるわね。こいつは最優先だな。普通のプレイであれば回収を最優先したんで問題ないわ。鶏持てるやん。おりゃ。鶏いじめなし。こいつらはみんな改心したのか。オークキングの洗脳電波が途絶えたようね。村は救われた。命の元に関してなんだけど、極めるプレイの場合、基本的にはスルーして進むのが正解なのよ。それはどうしてですか？ゲーム終盤で命の元が99までは購入可能なの。HP を99まで育成すると販売されなくなる仕様なのね。マネーパワーで99まで育ててから、落ちているものを回収することで、HP の限界突破が可能になるの。攻撃力も当然上昇するわ。きっちり詰めるとどれくらいの差になるの？最大 HP は169。ラスボスが一撃らしいわよ。マジかよ。極めて辛い道のりを乗り越えた先のカタルシスね。そっか、終盤まで低 HP でいかなきゃならんのか。宝箱の中身も熟知している必要がある極みプレイね。私は普通のプレイでいいです。うわ、なんかごちゃごちゃしてる。このからくりは人類にはまだ早すぎるんじゃないかな。この程度で泣き言言ってたらこの先生キノコなのよ。乗るやん。落ちたやん。人生何事もトライアル&エラーなんよ。そこはトライアンドエラーって言ってくれないと突っ込めないでしょ。私だってたまには正しい慣用句を使うのだぜ。気がつけばどっちでもいいになってる系の言葉ってあるわよね。無理も通せば道理が引っ込むんだ。っていうかさっきから落ちすぎ。1マスだけ飛ぶのが地味に難しいぞ。次は徒歩で乗ればよい。高さは合ってる。隙間もない。はい。とりゃ。次で行くぞ。今、ほい。最初のラインは突破できたわね。次は斜めってるように見えるけど真横のラインだよな。鉄球に気をつけて左上方向。ナムさん。セーフ。これ、どうなってんだ？私の目にはこう見えてるんだけど合ってる？そう見えちゃうけど、実際はこうなのよ。うっそ、ほんまなんそれ。左下方向よ。ほんまや。わかんねえよ。騙し絵じゃねえか。正直飛んでみなきゃわかんないギミックはとても多いの。影がないだけで位置関係がさっぱりわからん。脳がバグるよ。宝箱の上から右上方向。普通にジャンプミスね。微妙なコントローラーさばきが要求されるって、ファミ通のレビューが骨身にしみるぜ。はい、少し早送り。よし、抜けたぞ。ぶっちゃけ、よく見てもわからないことも多いの。この先、何度も何度も落ちてトゲに刺さったりもすると思うけど、それに負けない忍耐力こそ、本作クリアの最大の鍵なのよ。なんか剣をもらえるようだ。イフリートソード、初めての魔法剣。やったぜ。武器や防具は装備しないと意味がありませんよ。わかってらい。ゲージが勝手に溜まってる。長押しでチャージ。ではなく、剣を振らないと勝手に溜まるの。溜まった状態で触れば魔法が出るんだな。なんか、思ってたのと違うくない？はい。別に火の玉が飛んだりはしないの。ちょっと強い通常攻撃が出るわ。チャージにかかる時間考えたら初手専用じゃないか。真っ最初だして昭和ね。初手もブンブンしちゃうのであんまり出番ないな。ユマの町とやらに到着したぞ。はい。北にはメルカトルの町があるのだけど、この町で問題を解決しないと中には入れないのよ。まずは宿で回復。その後でこの町の問題点を探してみよう。問題点が見つかったようね。なるほど、盗賊団か。とりあえず住民の話を聞いて回るのよ。オーソドックススタイルの RPG だな。町長はお出かけ中ってことで話が進まないのよ。こいつはいただいていくぜ。はい、町中で情報収集。町長の家の横。
見えない位置に隠れ住民。会議の内容が盗み聞きされてしまったようだな。町長は盗賊団との交渉に出かけたっきり戻ってないみたいなのよ。はっはん、ここは正義のトレジャーハンター、ライル様の出番って寸法さね。こうして正式な依頼を受けて盗賊団のアジトに進むことができるのよ。私に任せておくがよいぞ。この曲ははい、オープニングでフライデーを追い回していたサンバカの再登場ね。意外とお早い到着で。そのまま退場である。何しに来たんだよ。テンプレ通りのポンコツっぷり。はい、先を急ぎましょうね。随分と近いな。はい、盗賊団のアジト攻略開始なのよ。これはヒントメッセージかな。女神の守りがなんたらかんたら。早速痛そうな仕掛けがあるぞ。なんだこりゃ、どうなってんだ。弾が転がってきた。どうやら知能よりフィジカルが問われる仕掛けね。気合で避けろってこと？華麗なパッドさばきを披露するチャンスなのよ。負けぬ。フィジカルでは負けぬ。そういう意味じゃねえから。見ての通り、AK家の実は満載なんだ。困難では止められんぞ。ゴリ押したわね。こういうのでいいんだよ。隙を見て通過するのよ。やってることはこれブロッカーだよな。タイミングゲーは全部ブロッカーで片付けられる勢い。本物は遊んだことがないけどな。はい、ここ。はい余裕。アジトの奥で女神像を見つけたわね。お、 HP 回復サービスか。あれ、道が続いてないぞ。ヒントメッセージを思い出すのよ。女神。はい、女神像が秘密のスイッチになっているのよ。ちょっと気づくのに時間がかかってしまって、無駄にあちこち回ってたのでお金がちょっと増えました。このギミックによってダンジョン内への水の供給が断たれるのね。なるほど、来た道を戻って滝の裏に進むんだな。ビンゴだぜ。宝箱も沈んでいたみたいね。モテない上に体力満タンだ。モテそうなら帰りに回収しましょう。道なりに進むのだぜ。見たことないタイプの敵だ。鎧アーマガードしやがった。全然大したことねえわこいつ。あれ、こいつは前回登場した森尾さんね。本当にお宝探してる人なのか。ただの小僧だと思ってたわ。はい、なぜかここに迷宮の鍵。命の元だ。鍵が手に入ったので、もう一つの滝裏に行ってみよう。宝箱が見えてるな。忘れず回収したいわね。マジか、嫌な予感しかしない。落ちたら遠回りして登ってくる必要があるわね。こいつは大丈夫だ。動きが平面的だ。次はどうかしら。とりあえず箱を確認。OK 持てない。これはこっちからだな。ほい。さて、飛び乗る先の動きはわかるかしら。どうなってんのこれ。マジでわからん。高さ変わる系の回転してる。あかん。リトライ。右下の足場に対して横回転しているのよ。今よ。ナムさん、乗った。明らかに違うところに着地してたでしょ。セーフ。釈然としないけどよし。消える足場なんかもあったが、そっちは水平方向だったので問題なし。本作独自の味ではあるのだけど、高さが絡むと一気に難しくなるわね。うわわ。順路です。なんだ、ビックラポン。ケーケ。使ってから取ろう。こっちは鍵ね。高さが絡むと難しいっていうか、脳の理解が追いつかないんだよ。足場の位置関係を頭の中でしっかり思い描く必要があるわね。見た目が当てにならないってのが新感覚すぎる。影がない上に大きさが同じなので混乱するのよね。フル 3D でカメラ回せるならちょろいアクションなんだけどな。それはモーランドストーカーではないわ。あわ。危ねえ。クラットル。なんで金髪エルフの美少年がこんな男塾みたいな目に遭ってんだよ。気合じゃあ。たくましいエルフ。月光さえいてくれればあんな鉄球粉砕してくれるのにな。着手扇、各最高。うわ、
なんか知らんけど着いた。ボスのお出ましよ。道中で何度も見た雑魚やないか。待って待って待って。どうなってんのこれ。出れた。あ、先生、お願いします。おら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 。雑魚が調子に乗り寄ってからに盗賊団のリーダーを撃破なのよ。ツバチか。ツバチか。お、蝶々図発見。後ろのちょっと若いのは道具屋のおじさん。天使不在だったのはこっちに来てたのか。これで町に戻れば道具屋で買い物もできるようになるわ。エケエケが9個ある時の万能感。なんか重要アイテムっぽいの来たこれ。はい、ようやくここで財宝の手がかりになりそうなネタを仕入れるのよ。専用グラフィック。はい、財宝にたどり着くにはなんやかんやで5つのジュエルが必要になる流れなのよ。話が動き出した感じがするぞ。うわ、来たよ。キャーじゃねえよ。お前、なんぼし無防備にも程があるだろ。よりにもよって一番素早さ低そうなやつに捕まってるわね。フライデーを人質に取られては手も足も出ない。返せ、その子は私の命そのものなんだ。残機全部握られてるもんね。ああ、宝の場所が分かればフライデーは不要ってことで無事に解放されたわ。石板は奪われたけど、この島出身のフライデーはあれだけ見れば十分ということで冒険続行なのよ。脇道の宝箱を取りに来たぞ。あれれ、こちらは一定時間有効なスイッチ系ギミックね。つまりタイムアタックだな。これ間に合うん。最短ルートを無駄なく越えていくのよ。待って待って、乗ったままな。今だ。段差な、覚えたよ。うおー、いけるいける、諦めんなよ、熱くなれよ。こんなん絶対間に合わんやん。階段は一段飛ばしくらいでいけないかしら。正気、間に合った。無敵突破してんじゃないわよ。頭を使ったまでさ。なんか知らんアイテム。それはアイテム欄から使用することで画面内の全ての敵にダメージを与えられるアイテムよ。使うとなくなるわ。町に戻ってきたぞ。町長と会話することでお話が先に進むのよ。奥の黄門様みたいな方だな。誰か来たみたい。ちょっと見てくるわ。何だろ。近所の人ならイルス使って。通行証を手に入れたぞ。お金もくれた。大事なことなので2回言われた。これでメルカトルの町とやらに入れるんだな。戻りました。何だったの？アマゾンからお荷物です。はい、磯崎様よりウスターソースをいただきました。焼きそばの時にソースの話題で教えてもらったソースだな。ありがとうございます。今日は特別でね。もう一つ来ているんだ。マジか、みんなありがとうな。はい、磯崎様よりウスターソースをいただきました。いや、それは今見ただろ。でも2個来てるんだから仕方がないでしょ。2本セットのやつだった？ 1 本だと思うのよね。プレゼント用のメッセージも2つついてるのよ。それは重複注文では？ 1人1本ってことでありがたく頂戴するわよ。ごくごく飲むしかねえな。徴兵拒否かよ。ともあれありがとうございます。早速夕飯のコロッケに使ってみましょう。こっちは目的地とは違う気配がする。はい、スルーした場所は覚えておくのよ。こういう場合、動画で残しておくとメモいらずだな。はい、この島の中心的な都市メルカトルに到着したわ。門番がデスなんだけど大丈夫？はい、この町もちょっとした問題を抱えているのよ。任せておけ。トラブルバスターのライル様が今到着だ。金銭要求されてるんですが。断っても問題なく入ることができるのよ。よかった。とりあえず宿に向かいつつ情報収集だな。第一住人発見。ほう、最近トレジャーハンターが流行ってるのか。この町の問題がちらっと出てきたわ。ほうほう、南にいる悪い魔導士とな。魔法の力で圧力をかけて金品を脅し取っているってことね。そいつはめちゃ許さんよな。はい、宿で回復して引き続き情報収集。大都市だけあって複数のエリアから構成されているぞ。はい、ピンクパレスと呼ばれる怪しいお店にやってきたわ。おいおい、坊や扱いしてんじゃねえぞ。
こちとらエルフなんだ。多分160歳くらいだぞ。ライル君の年齢は88歳。種族はフォレストエルフなのよ。88歳ならもう世の中の酸いも甘いも知ってる年齢だろうが。はい、今はまだ入ることができないので次を。なんだここは。ちょっとしたギャンブルね。石をポイして動く足場にうまく乗せることができれば難易度別に賞金が出るのよ。なるほど、射的とか輪投げに近い遊戯だな。一番動きの速いプレートに乗れば金貨50が400になるのよ。つまり8回やって1回成功すればチャラだな。セーブしてから通えば簡単に稼げる気がするのだぜ。ドラクエ5の4レッドのスロットでも似たようなことしてたでしょ。てやーん。外れ、次に行くわよ。おや、さっき来た時はそこには誰もいなかったはずだが。正直どれかはわからないっていうか、下手すると全員との会話がフラグね。パパの仕事っぷりを見に来た娘ちゃんのエピソード。ちょっくらマリーちゃんのところに行ってくるとか平然と抜かしてやがるわね。口止め料まで払ってるじゃないか。偉い人、昼間っから仕事抜け出して風俗に行っちまったぞ。このイベントを見ることでシナリオも進行するわ。謎の占いや。横から話しかけてちょうだいね。こういうケースなら正面から話しかけるだろう。普通は。いわゆるカウンター属性は付与されてないオブジェクトね。なんか怪しげな呪文を唱えているぞ。変化の術で森尾さんの姿に。これで風俗に入れるんだな。いざキャバクラ。いや、私も若く見られて困るの。お酒買っときに身分証の提示を求められたわ。みんなに言ってるんやで。はい。というわけでおっさんに化けてピンクパレスに突入。会員制のお店でなんと入会金は金貨5000枚。でも今ならなんと、初回無料なのよ。ほう、体験サービスは無料なのか、気が利くではないか。ということで2階の個室でサービスが提供されるのよ。うおー、ついていくのだぜ。部屋に入るのよ。まずは私から。つばちか。つばちか。はい、ここでフライデちゃんがブチギレ乱入。まあそうですよね。家庭用のゲームですし。そしてもちろん、そういうお店ではないってオチもしっかりついてるわ。そうだよね。これ、散々ミスリードしてからの、なんだ展開だよな。余談だけど、フライデちゃんは120歳、種族はサキュバスなのよ。お前がそっちの専門家やないか。はい、ちなみにこのピンクパレスは大人のお悩み相談室。綺麗なお姉ちゃんがカウンセリングしてくれるお店なのよ。なんか、マフィアの親分のカウンセリングをする面白い映画あったよな。アナライズミーね。親分はロバート・デ・ニーロが演じていたわね。さっき見かけたお城の偉い人だぞ。鎧も赤いし、通常の3倍くらい偉そうね。何をするだやめろ。お姉ちゃんに施錠を流すの。これって拉致監禁ですよね。立場というものもあるのでカウンセリングを受けているという事実は知られたくないの。それで痛い目を見せようってどういう感情回路してんだこいつ。ドンベルさんは不良としての最低限の能力、相手の強さを見極めることには長けているのよ。ほう、わずか人たち、それで私の実力を伺い知るか。ということでお城の将軍とのパイプができたわけね。さっき町で聞いた悪い魔法使いを討伐するために公爵様は腕に自信ありに木を集めているという話なのよ。なるほど、これで招待客として城に招かれるわけだな。はい、というわけで城にやってきたぞ。はい、この人が公爵様ね。よくある展開だ。左右にいるのはライバル的な存在だな。協力するんじゃなくておのおの勝手に動く系の賞金レーススタイル。主人公は大抵遅れてスタートしつつ最後には追いついちゃ流れね。晩餐会が始まるまでは自由行動。あちこち見てみよう。なんだ、不意散らかしてるな。ごついトカゲの部屋か。ここは別の客人の部屋なのよ。うわ、出たなサンバか。部下の2名だけ出てきて言動が意味不明なのよ。酔っ払ってんのか。カーラ様は美人ですと連呼しながらフラフラしてるのよ。そのカーラ様はどこだよ。奥にいるのよ。この状況でテンション高いな。待っててくれたみたいよ。めっちゃ誘われてるんですが。お断りした場合は部下にボコられるのよ。じゃあ誘いに乗るとどうなるの。フライデーにボコられるのよ。どっちを選んでもこの展開には変わりはないのか。そして晩餐会、公爵様のお話はカット。南の塔の悪い魔法使い、やっつける。わかった。縁も武田は人間国宝のチェロス君の見事な演奏に公爵様も大満足。ここでライルの故郷でもあるメップル国のお姫様の話が出るの。留学生としてこの島に訪れていたのだけど
ここ最近お姿が見えないのをチェロスくんは心配しているの。公爵様の気分を害してしまったようだぞ。考えられる展開としては姫様誘拐されとるけ。これまでは魔力に屈していたが、さすがに他国の姫様が留学中に誘拐されちまったら国際問題だ。ヘタレの公爵も動かざるを得ないのだろう。晩餐会を終えて自室に撤収。よし、もう寝ちまうぞ。寝方。これはもう残病のやりすぎで HP0 になってる社畜の動き。この倒れ方はもう意識ないだろう。ギリ来てる。ここで唐突にフライデちゃんの告白タイム。なんやかんやで気に入ってる胸を打ち明けるのよ。なんで唐突に甘じょっぱい感じになってんのよ。未成年ってところをアピールしてるけど88歳と120歳だぞ。この手のご長寿ファンタジー種族の成長係数って謎よね。途中まで人間速度で成長して、成人後がくっそ長いイメージ。野生動物も老後は極端に短いというわね。照れ隠しに飛び回るフライデちゃん。落ち着け、120歳だろ。次回に続く。つばちか。はい、今回はここまで。この後ダンジョンを3つクリアしてるんだが、全部入れると動画の尺が長くなりすぎるので、ここで一旦カットだ。たまには長い動画でもいいかなと思いつつも、X でアンケートを実施したら2回に分けろってご意見が多かったの。というわけで次回に続く。収録は終わっているので次回は割とすぐ出せると思うわ。こんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。トップページのリンクをクリックすれば X のアカウントにアクセスできるのよ。少し早めの投稿予定を知りたい人はフォローしてくれよな。その上にあるチャンネルの概要欄をクリックすると干し芋やマシュマロを投げられるわよ。欲しいもは Amazon の欲しいものリスト。何かご支援いただければこの辺の空いてるスペースが賑やかになるかもしれません。マシュマロ質問はたまったらネタにするのだぜ。動画のコメント欄でも全然大丈夫よ。というわけで最後までのご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。正直2つに分けたかったのが本音ね。そうなの？編集にかかる時間は大差ないのだけど、ポンコツ PC とクソ回線の影響もあって大きいファイルの取り扱いがちょっと面倒なのよ。出力とか円弧、アップ中は何もできないからね。私はその間にモンハンを遊んでいるのだぜ。マツケンさんブレイク。